今回は袁紹がどうやって成り上がったかっていう話だって。そうだ。でもさ、成り上がるも何も、袁紹は超有力豪族である袁家の御曹司だろう。黙っていてもエリートコースまっしぐらなんだから、成り上がるってのはおかしいんじゃないか。それがそうでもないんじゃないかと思ったのが、今回の動画を作ったきっかけだ。袁紹が政界で頭角を現すのは、冷帝の時代の末期、大将軍袁、つまり大将軍家臣の属官になってからだ。それまでに務めた官職は、東軍にある牧羊県の県庁だけ。だから官職の遍歴はほとんどないんだよ。じゃあ、家臣の属官になってから、急速に出世階段を上り詰めたような感じなのか。おそらくそうだ。今回は謎の多い、偉くなる前の袁紹について考察していくぜ。袁紹について語る前に共有しておきたいことがある。それは初三の口では、基本的に袁紹は過小評価されがちだと思った方が良いということだ。どうしてそう考えるの？正史というのは、対象となる王朝の建国者を賛美し、そのライバルについては良い面を隠し、悪い面を強調することで、ライバルに勝って新しい王朝を開いた人物を正当化する傾向があるからだ。例えば劉邦に対する項羽、曹操に対する袁紹、芝居に対する曹操、朱元璋に対する陳友諒がこれに該当する。これら敗者となったライバルについて、司書にちょっといいことが断片的に書かれていることがある。それがその人物の魅力を探る手がかりになるんだ。そういうものなのか。前置きが長くなったが、袁紹について語ろう。彼のプロフィールについては実はわからないことが多く、生まれた年がまずわからないし、父親が誰かについても2つの説がある。父親もわからないの？袁世の諸子という説と、袁法の諸子として生まれ、後に袁世の跡継ぎとなったという説がある。ここでは英雄記という書物のいる袁世の諸子という説に従うことにしたい。生まれた年も全くわからないが、どうやら曹操よりは何歳か年上だったようだ。その根拠は？袁紹は長男の袁譚を192年に清州志士に任命している。ということはこの時すでに袁譚は平陣していた可能性が高そうだ。さらに袁紹が死んだ翌年の203年、この時49歳だった曹操は自分のこの宗生と袁譚の娘を結婚させることを決めている。そう考えると袁譚が生まれたのは例えば西暦170年頃、その父親の袁紹はだいたい145年から150年頃の生まれではないかと推測することができる。ちなみに曹操は155年生まれだ。ふむふむ。根拠は乏しいが、俺の独断では袁紹は西暦146年の生まれだ。なんで？西暦146年は本書元年。本書の年号が使われたのはこの1年だけ。そして印象のあざ名は本書だからだ。それだけの理由？あと一つ、その年に官邸が即位し、官邸擁立の功績で当主の袁統が三皇の一つの主君となり、安国帝皇に奉公されたという袁家にとって極めてめでたい年だったからだ。袁統の父親は職軍隊主止まりで三皇にはならず、奉公もされてないから、確かにこの年は記念すべき年だな。で、その年号を上ざにしたというわけか。まあありえなくもないかな。202年に亡くなったから、仮にそうだと去年57歳か。こう仮定すれば、袁紹は官邸の末期に老となり、牧羊県の県庁となった。あれ、公連には推挙されていないの？古漢書にも三国志にも、彼が公連に推挙されたという記載はないんだが、記載されていないだけで実際には推挙されていたんじゃないかと思う。例えば陳範は、はじめ軍に仕え、その後公連に挙げられ、老中に任命されているし、曹操も20歳で公連に推挙されテロになり、その後洛陽北部尉、頓宮建礼と移っている。初期のキャリアは陳範、袁紹、曹操はあまり大差なさそうだね。県のトップは建礼で県庁はナンバー2か。ただ牧羊県は東軍の軍地で比較的大きい県だから、最初のキャリアとしてはそれぐらいが妥当だったのかもしれない。しかし、牧羊県に在任中に母が亡くなったために、袁紹は辞職して故郷の汝南へ戻った。おそらく官邸の末から冷帝の初めにかけての頃だろう。親が亡くなると喪に服すのは普通のことだったの？当時は、親が亡くなれば、半年の喪に服するのが当然と考えられていた。まあ時々制度の見直しが図られもしたが、しかし袁紹が一風変わっているのは、母親の喪が明けるとそのまま続いて、自分が幼い頃に亡くなった父親の喪に遡って服したことなんだ。はあ、自分が幼い時に袁世が亡くなって、その時には服もしていないから。そういうことだ。だから冷帝の治世の初期には、袁紹は女男で服喪生活を送っていたと考えられる。へえ、じゃあ親の喪に服している間に袁譚が生まれたってこと？当時、服喪中に子作りしていいんだって。確かに、陳範が学安大使の時に、長年洞窟にこもって親の喪に服している親孝行な人物がいると聞いて、よく調べてみたら洞窟の中で5人の子を設けていたと知り、こいつは偽善者だと言って処刑した話があったな。服喪の作法について数多くの規定がある来記には、
服務中の傍受を禁じる明文規定は見当たらない。しかし道徳観としては慎むべきとされる傾向があった。だから微妙だとだけ言っておこう。後に円丹がすんなり袁紹の後継者になれなかったことから想像して、円丹は袁紹の政婦人の子ではなく、身分の差ほど高くない女性との間に生まれた子だったと想像される。この服務中のことだと思われるが、袁紹の人生の転機になる事件が起こる。建寧2年に発生した第二次東湖の金と、それにより家業という友人を得たことだ。この家業は漢帝の時代に洛陽の大学で学び、当時の名士である角田夜華表と親しかった。角田夜華表については連続歴史劇三国志の第1部を見てね。家業は友人の具以降が父の仇に報うことができないまま病に倒れた時、彼の代わりに仇討ちをしてやり、その首を御前に刺された。この一件で評判が非常に高まった。確かにそんなことをあえてできる人間はなかなかいないよな。義に熱いという面でも行動力という面でも。そして家業は当時の政治を主催していた陳範や李陽とも親しかったんだ。そのため陳範李陽が誅殺されると、家業も当人として指名手配された。これが第二次東湖の金だね。家業は生命を変えて徐南に逃亡したが、あちこちで歓迎された。そして特に袁紹の警護を受け、私的に往来をし、袁紹と家業は奔走の友となった。袁紹にとって初めての奔走の友だね。袁紹が家業を慕ったというのは、それだけ清流派の詩人たちに傾倒していたということなんだろうな。そうなんだ。袁紹の祖父の袁東、父の世代の袁世、袁法、袁海はみんな外戚や宦官におもねって出世しており、どちらかというと濁流派だった。一門の袁公は袁法や袁海が風紀で華美であることを、我々の先祖の福を後世は徳によって守ることができず、競って狂慢射死を行っていると嘆き、袁法袁海らが何度も金品を送っても一切受け取ろうとしなかったという。ちなみに袁公の弟の袁中は安法の友人で、第一次東湖の金で宦官の王法が当人を尋問するときに、安法と一緒に自分から進んで拷問台に登った人物だ。同じ袁家でもそっちの方は清流派だったんだね。で、袁紹は濁流派の中で育ったけど、心は清流派に憧れていたんだ。当時彼がまだ若くて純粋だったというのもあるかもしれないだな。そして袁紹はここでとても良いことをする。しかしそれは司書の袁紹の伝記には書かれておらず、陳寿の三国志は一言もそれに触れていない。それは一体何？それは五漢書の家行伝に記載された以下の一文だ。この当時、天下の士大夫の多くは東湖の難に遭遇していた。家業はたびたび洛陽に潜入し、袁紹の下で計画を練り、多くの追い詰められた詩人たちを苦難から救い出してやった。宦官に捕らえられた者についてはいろいろと計略を練り、うまく飲まれたりかくまわれたりするようにしてやり、彼のおかげで助かった者は非常に多かった。つまり袁紹と家業は一緒になって当人として迫害された人々を苦難から救ったんだ。袁紹も家業と同じような義侠心と行動力を持つ人だったのか。これで見る限り袁紹は指示を下す係で、実動部隊として危険を冒すのは家業の方だったのかもしれない。ただ袁紹が救出計画を練ったのは間違いないし、その他にも救い出した者をかくまったり、袁家の政治力を使って捕まった者を逃れさせたり、活動の資金を出したりしていた可能性は十分あるだろう。袁紹の奔走の友は家業の他に巨友、張幕、呉慶などがいるが、彼らも袁紹に命を救われたのかもしれないな。張幕は当人の中で八中の一人にランキングされている人だったね。しかし司書三国志の袁紹伝には袁紹のその行動は書かれていない。だから袁紹は過小評価されていると言ったのか。俺も袁紹がこんないいことしていたなんて知らなかったよ。袁紹は自らの命の危険を冒してまでこうした行動をとったんだね。ちょっと袁紹に対する見方が変わったな。そうだな。ただ正直なところ将来のことを計算してやっている部分もあったんじゃないかと思うんだ。というのは第二次東湖の金以降、漢が滅亡に向かっているのはもう誰の目にも明らかになっていた。次の時代の支配者としてふさわしい人物を考えた時、やはり家柄が高く全国の知識人階級、つまり詩人たちの評価が高い人物であれば自然と優れた人が集まり天下に近づくことになる。こうした中で袁紹は名門の出身でありながら母親の身分が低い点が大きなハンデになっており、それを補う何かが必要だった。自ら身を挺して詩人たちを救ったという美談は彼の名声にとって大きなプラスになった。そして彼は父親の喪が明けてからもあえて仕官せず名士との交友に明け暮れていた。袁紹は要望が堂々として非常に威厳を備えており、名士との交友を好み、自らの名声を養った。彼の家は代々高官を出しており、多くの賓客たちが出入りしており、
その上彼が心を尽くして人物をもてなしたため、人材は皆競って彼の屋敷に赴いた。詩人は身分の皇帝を問わず、袁紹はみんな平等に礼節をもってこれを遇したため、身分の高い者の車、低い者の車が彼の家の門台の街道を塞いでいた。はあ、それで宦官の長中があの袁本所は一体何を企んでいるんだと警戒したんだったね。当時多くの名士が東湖にあって士官の道を閉ざされ、政治はさらに乱れていた。袁紹としてはこの時代に仕官してキャリアを積んでも大して役に立たず、それよりも名士たちの間で評判を高めることに投資した方が先々メリットがあると計算したんだろうな。まあ仕官しなくても袁紹だったら生活には困らないしね。それにこの時代キャリアは後から挽回が効くんだ。例えば永泉軍の陳職、彼は県庁にしかなっていないが非常に名声が高かったため、三公に欠員が出るたびに臨戦会議は禁職を任命しようという結論になり、何度も朝廷から呼び出しがかかったほどだった。陳職は全て辞退したけどな。陳職と同じで県庁にしかなってなかった袁紹もその手があったわけだね。まして陳職は貧しい家の出身で、袁紹よりも条件は悪かったわけだからな。そうだよ。東湖の金で苦しむ詩人を大勢救い出す義兄心があり、父親の喪に遡って服すほど親孝行で、要望が立派で詩人を心を尽くして遇する。どうだ、とても立派な人物じゃないか。確かに袁紹は自己演出に成功しているみたいだな。この人望に投資するという戦略はとてもうまくいった。実際袁紹は 99.9% 天下を取れるところまでいったわけだしな。そうだね。関との戦いで最後巨勇が裏切りさえしなければ袁紹が勝ってたわけだからな。数十年内の奔走の友であった巨勇に裏切られるというのも皮肉なもんだな。袁紹も実は出身のハンデを抱えており、それを補うためにいろいろ工夫していたことが分かったぜ。彼の熱い一面も分かった。それでは今回はここまで。